こんにちは。今日は透かし編みのトートバッグを作っていきます。大きさは中ぐらいにして使いやすいサイズにしていきます。底の作り方は細編み1周だけであまり難しくはありません。とても綺麗なバッグが出来上がります。よかったら試してみてください。今回私はこのコットン100の糸を使って編んでいくんですが、他の素材でも他の色でも大丈夫です。好きな糸を使って編んでください。この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はホワイト。細いタイプです。60g で96メートル。使用かぎ針の目安は6号。この糸を使って編んでいきます。この糸はこんな感じで今回2本一緒にして編んでいきます。面 100% でガサガサした感じです。で、太さは2本一緒にして測ると 2.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作っていきます。鎖編んで細編みで1周します。まずこの鎖の数について、今回11、17、23、29、35、41、47、このどれかであれば大丈夫です。まず鎖を編んでみて、だいたいどれぐらいになるかを見ていきます。2本一緒にして鎖編み、この鎖は少しゆったりと編んでいきます。鎖編みをしてきました。私は鎖35、鎖35編んで長さは26センチ。私はこれぐらいにしようかと思います。次にこの周りを細編みで一周します。今回楕円形の形にしたいので、この端の鎖に細編み3つ、次はまっすぐ1つに1つずつ、端の鎖に細編み3つで、また戻って楕円形にします。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、これが1つ目。同じところにもう一つ、これで1つに2つぐるっと編んで、最後にもう一つプラスして全部で3つにします。今2つ編んで、次から1つに1つずつ、まず隣、次も、次も、このまま端まで編んでいきます。この手前まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の鎖。最後の鎖に細編み3つ。まず1つ目、これが1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにはこの糸端を向こうに寄せておきます。
この長い糸の下を通って向こう側で2つ目、次は3つ目、同じところに針を入れて、今度はこの糸端を手前に持ってきます。これが3つ目。これで鎖1つに細編み3つ。次から1つに1つずつ。まず隣。この糸端は編みくるんでいきます。次もこのまま一つに一つずつここまで編んでいきます。一周編んできました。マーカーのついた細編みを見てみます。マーカーのついた細編みの入っているところが最後の鎖、最後の鎖に最後の細編み、これで細編み3つ。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次は側面を編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、これにマーカーをつけておきます。次は足元1つ飛ばして2つ目に中長編み、この隣1、2、中長編み、中長編みは3本かかった状態で一度に引き抜いて、これが中長編み、あと2つ。足元1つ飛ばして2つ目に細編み、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、足元3つ飛ばします。1、2、3、4つ目、ここに細編み、これでアーチができました。中長編み3つと鎖4つのアーチ。次また中長編みの扇形、足元1つ飛ばして2つ目、中長編み、1、2、3、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、次も扇形、1、2、中長編み、これで中長編み3つ、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、
次はアーチ、鎖4つ、1、2、3、4、足元3つ飛ばします。扇形2つアーチ、扇形2つアーチと編んでいきます。一周編んできました。今最後の扇形、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目、鎖3つ、1、2、3、同じところに長編み1つ、で下の扇形に細編み、真ん中、これで鎖3つと長編み1つ、鎖4つ、1、2、3、4、下のアーチの下に針を入れて細編み、鎖4つと細編み、アーチができました。次もアーチを作ります。1、2、3、4、扇の真ん中、で次は扇の上に扇形、真ん中に扇形、この細編みに針を入れて長編み、2、3、で次の扇形の真ん中、と1周目は中長編み、2周目からはずっと長編み、これでアーチ2つ、扇形1つ、アーチ2つ、扇形1つと編んでいきます。次はアーチ、1、2、3、4、鎖の下、アーチ、扇形、アーチ2つ編んだので、次は扇形、1、2、3、でまたアーチ、1、2、3、4、次は扇形と扇形の間、扇形を1つ、1、
次はアーチ、扇形と編んでいきます。スタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。アーチを2つ作って細編みをしたところ、最後はこの最初に編んだ鎖3つ、この根元に長編み、ここに長編みをします。で、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。上が2本、下は1本、この位置に引き抜きます。これでここにも扇形ができました。次は3周目。今まで編んできたところを見ると斜めのラインになっています。これからもこのラインを延長してひし形を作っていきます。なのでこの扇形の両脇に扇形、こっちもこの扇形の両脇と編んで模様を作っていきます。ここにも扇形があるので、この斜め上3周目は扇形から始まります。まず細編み、次は扇形、アーチと扇の間、長編み3つ、1、2、3、これで長編み3つで、アーチの下に針を入れて細編み、扇形ができました。次はアーチ、1、2、3、4、次のアーチの下で、この扇形の斜め上に扇形を作るので、ここは扇形、3つ目、扇形の真ん中に細編み、次もこの扇形の斜め上、ここに扇形、アーチ、この週ではアーチ、扇形2つ、アーチ、扇形2つと編んでいきます。次はアーチ、これでアーチ1つ、扇形2つ、
この3周目はこれを繰り返していきます。アーチ、扇形、これで1周していきます。1周編んできました。これが最後の扇形。最初の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。だいぶひし形のイメージがしやすくなってきたと思います。またこの扇形の斜め上、この扇形の斜め上と作っていきます。このアーチの両脇、アーチと扇形の間に扇形、このアーチと扇形の間に扇形、次はアーチで扇形、扇形と編んでいきます。で、この扇形の真ん中からスタートします。なのでこの糸を移動させます。このまま隣かぶせて、もう一回これでこの扇形の真ん中から糸が出ました。次はここに扇形、この扇形の斜め上、まず鎖1つ、細編み、細編みに長編み、3、アーチの下に細編み、またここでこれで扇形2つ、次はアーチ、下の扇形2つの間はアーチ、1、2、3、4、この4周目は扇形2つ、アーチ、扇形2つ、アーチと編んでいきます。
4周目は編んできました。これが最後の扇形2つ、鎖4つ、最初の細編みに引き抜きます。これで模様がつながりました。次は5周目。5周目はこの扇形2つの真ん中に扇形、こんな感じで模様を作っていきます。このアーチにはアーチを2つで、この部分の模様になっていきます。なのでアーチ2つ、扇形1つ、アーチ2つ、扇形1つと編んでいきます。5周目もまた扇形の真ん中からスタートします。なのでこのまま隣、隣、これで扇形の真ん中から糸が出ました。ここからスタートします。扇形と扇形の間に扇形、まず鎖1つと細編み扇形、次の扇形の上、これで扇形の上に扇形、次はアーチ、1、2、3、4、これでアーチが2つ、また扇形、次は扇形、次はアーチ2つ、これを繰り返して編んでいきます。で、今編んだこの部分はここと同じです。この三角のこの部分とこの三角のこの部分なので、これ以降同じように編んでいきます。一周編んで始まり方を見ていきます。一周してアーチと鎖4つ、最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。で、次はこのひし形のこの扇の斜め上、扇形の斜め上はここ、ここ、まずここに扇形を作ります。さっきしたように鎖3つ、1、2、3、1、2、3、根元に長編み1つ、
は扇形の半分になります。下の扇形の真ん中、ここに扇形、でアーチに細編みで1、2、3、4でまたこの斜め上、この週ではアーチ1つ、扇形2つ、アーチ1つ、扇形2つと編んでいきます。これはこの2週目と同じです。次は3週目、ここと同じです。これを繰り返していくとひし形ができていきます。7週目の終わりまで来ました。今扇形を編んだところ、最初の細編みに引き抜きます。次は8週目、次はアーチになっています。今までは扇形の真ん中に糸を移動させて編んできました。次はアーチなので、このアーチの真ん中に糸を移動させます。このままアーチの下、糸を移動させました。もう一度これでアーチの真ん中、ここからスタートします。鎖一つ、細編みでマーカーで扇形の斜め上、斜め上、ここに扇形を作ります。ここはアーチ、1、2、3、4、でまたアーチ2つ、扇形、アーチ2つと繰り返していきます。これを繰り返して好みの深さになるまで編んでいきます。側面を編んできました。使う時には伸びた状態になるので、伸ばして測って22センチ。これにあともう一周プラスして側面の長さにします。今扇形が2つ、アーチが1つ、扇形が2つ、アーチが1つの状態。もう一周だけ編んでいきます。次の周はアーチが1つ、アーチが1つの状態で終わりにします。鎖1つ、細編み、今までと同じなんですが、アーチの
鎖の数だけ違っています。今までと同じ長編み3つの扇形、もう一つ扇形、次はアーチになります。今まで鎖4つで編んできたんですが、ここでは鎖を2つ、1、2で鎖2つ、ここだけ今までと違っています。その他は同じ扇形、で次はアーチ、鎖2つでアーチ、次また扇形で鎖2つのアーチ、これで1周します。1周編んできました。最後は鎖2つのアーチ、最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。私の場合はこれでひし形が1、2、3、4、5、6個出来上がりました。最後は細編みで1周します。まず鎖1つ、細編み、長編みの上に細編み、細編みの上にも細編み、また長編みの上、細編み、次はアーチ、鎖2つの下に細編み2つ、また細編み、長編み、鎖2つの下に細編み2つ、これで1周します。細編みで1周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。で、今糸が出ているのは真ん中ぐらい。次にハンドルを作るためには脇から始めたいと思います。ここで一旦糸を切ります。もしこれを深く編んでいて、ここぐらいに糸が出ていたら糸を切らなくても大丈夫です。私はここで糸を切ります。
次はマーカーをつけます。まず底を見て大体の脇を決めてマーカーをつけます。次にこの細編みの数を数えて、こっちからも数えて同じ数になるようにします。次にストラップを始める位置にマーカーをつけます。私は中央を10センチ、脇を8センチ、こっちも同じ。細編みの数を数えると、ここから10個目にマーカー、こっちも10個目にマーカー、間は細編みが12個。こんな間隔にしました。多少ずれていても大丈夫です。脇につけたマーカーは必要なくなります。で、大体の脇から始めていきます。新しい糸、鎖一つで細編みを編んでいきます。この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。これが一つ目。次も細編み。このマーカーの手前まで細編みを続けます。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編み。次は鎖編み。まず一つ目。一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。これが一つ目。この鎖は後で小さくなって編みにくくなるので、マーカーをつけておくと便利です。次は2つ目。3つ、4つ、5つと好きな長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまま鎖を編んでいきます。鎖編みを27センチ編んできました。鎖の数は35。これはお好みで決めるので、仮にここで止めてみて持ってみたり、肩にかけてみたりして好みの長さにします。私は今回幅が狭いので手にかける長さにしました。もっと広い時には肩にかける長さにしても大丈夫です。次は細編みでつなぎます。まず最後の鎖にマーカーをつけます。ここもさっきと同じく編んでいくと小さくなって編みにくくなるので、マーカーをつけていくと便利です。鎖がねじれていないか確かめます。で、マーカーのところにつなぎます。この時鎖がこっち、長い糸はこっちで、マーカーに手前から向こう細編みをします。細編み、これでつながりました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。
このまま細編みを続けます。反対側も同じ。マーカーのところにも細編み、鎖編み、こっちと同じ数だけ鎖編みで、このマーカーのところに細編みでつなぎます。で、初めのところまで細編みをして引き抜いて鎖1つで細編みを編んで、ここまで編んでいきます。2本目の鎖も編んで、スタートしたところで引き抜いて鎖1つ細編み。今マーカーの手前まで来ました。足元を見ると細編みが1つ、次は鎖の出ている細編み、この鎖の出ている細編み、この両脇から糸を出します。ここから糸を出して、もう一つはこの鎖、ここから糸を出します。で、2つを1つにします。で、カーブを作ります。まずここ、次はこのマーカーをつけた1つ目の鎖、マーカーがついているので糸を出して、この3本から一度に引き抜きます。これでカーブができました。で、次から一つに一つずつ細編みをしていきます。次はここ、このまま反対側まで編んでいきます。ここら辺まで編んでいきます。鎖の上に細編みを編んで反対側まで来ました。これが最後の鎖、鎖の出ている細編み、この両脇から糸を出します。まずここから、次はここから、マーカーがついているのでここにで、次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつ細編みを続けて、反対側も同じ。鎖の出ている細編みの両脇から糸を出して一度に引き抜きます。で、鎖、またここで鎖の出ている細編みの両脇、糸を出して一度に引き抜きます。で、一つに一つの細編み、ここまで編んでいきます。2本とも細編みを編んできました。これが最後の細編み、これが最初の細編み、最後は針で糸始末をします。少し長めに糸を残して切って、最後の細編みから糸を抜きます。で、これが最初の細編み、その隣に針を入れます。1、2、手前から向こうに入れて、これが最後の細編み、最後の細編みに
上から針を入れます。で、裏に出してこれを引き締めて形を整えます。あとは裏でほどけないように隠します。これでつながりました。最後にこのストラップの内側を細編みで一周します。内側を細編みで一周すると見た目が良くなるのと、あとしっかりとします。で、ストラップのここぐらいから新しい糸鎖一つ細編み、この糸端は編みくるんでも大丈夫です。次もここに次はここの端入れやすいところで、次はこの端で、ここは角になっています。なのでこことここで一つにします。ここから糸を出して、ここからも糸を出して一つにします。ここの端次はここ角のすぐ隣、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつここまで編んでいきます。角まで来ました。またここでここから糸を出して、次はこの端ここから糸を出して一度に引き抜きます。まずここ、次はここぐらい、この3本を一度に引き抜きます。これでカーブ。次から一つずつこのまま一つに一つずつ細編みをしていきます。ここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。これが最後の細編み。少し長めに糸を切って、最後の細編みから糸を抜いて、また針で始末します。一つ目の細編み、その隣1、2、手前から向こ
上から針を入れます。整えて、あとは裏で隠します。さっきと同じです。で、反対側も同じように内側を細編みで一周します。これで出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで24センチ、横幅26センチ、ストラップは27センチ、使った糸の重さは 120g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。